皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は中東情勢です。イランがイスラエルに対して本格的なミサイル攻撃を行いました。イラン、イスラエルと聞いて中東情勢、日本人の多くの人たちにとっては非常に分かりづらく複雑回帰な場所なので、どうしても敬遠しがちなニュースだと思います。しかし、離れていたとしても日本にも大きな影響を与える出来事でもあるため、ぜひともこの動画で基礎的な部分について話を聞いていってください。まず最初に場所の確認からしておきましょう。地図は読売新聞が使っていたものを引用しています。右側がまずは中東全体の地図。今回イランがイスラエルに対するミサイル攻撃を行いました。このミサイル攻撃なのですが、使用されたミサイルは弾道ミサイルで、発射から着弾までの時間はおおよそ13分前後だと言われています。そして左の地図がイスラエルと隣国のレバノンが示されています。今回の話を理解するためには、イラン、イスラエル、レバノン、この3つの国を主に押さえておけば、大体のところはつかむことができます。まず最初に押さえておくべきポイントは、イスラエル軍がガザ地区に部隊を送り、ハマスという武装勢力との戦闘を繰り広げています。このハマスというのは、イランの支援を受けた武装勢力で、イスラエル軍との戦闘を継続中です。そして、ガザ地区での戦闘が長期化することに伴って、イスラエルの北側、レバノンの中にある、これまたイランの支援を受けている武装勢力ヒズボラ。このヒズボラがハマスを支援するためにも、イスラエルに対するロケット攻撃などを行っていました。ここで出てきたイラン、ハマス、ヒズボラ、この3つの規模なのですが、イランは当然国家なので一番大きな軍隊を保有しています。そしてレバノンのヒズボラ、こちらはレバノン国内に政治勢力としても存在していることから、一地方の武装勢力というにはちょっと大規模なものです。そしてこの中の話で一番最も規模が小さいのがガザ地区のハマスです。しかし、ハマスは一般の市民と非常に混じり合った状態で存在しているため、規模としては小さいものであったとしても、ゲリラ戦闘を繰り返すことによって、イスラエルを苦しめ続けています。そのため、ガザ地区における戦闘が長期化しても、なかなか終結の兆しが見えていません。ハマスが越境攻撃を行うことによって、イスラエル人の多くの人たちを誘拐していったのですが、これらの人たちを全て取り返すことは、現在のところできていません。一方で、ハマスより規模の大きいレバノンにいるヒズボラなのですが、ある程度の施設なども持っていたことから、かえってイスラエル側からの攻撃を集中的に受けることとなりました。ヒズボラは規模としてはそれなりに大きなものですが、しかしイスラエルとしてはその動きをかなり掴んでいたとされています。ハマスを支援するためにヒズボラが攻撃してきた。そのヒズボラを攻撃するためにイスラエルは準備を重ねた上で大規模な空爆に打って出ました。この前段階の攻撃として行われたのが、ヒズボラが使っていたポケベルに対する遠隔操作による爆発です。イスラエルの諜報機関モサドの活動を抑えるためにも、ヒズボラは位置情報を取られる危険性があることからスマートフォンの使用を控えるように、その代わりとしてポケベルを活用することを考えつきました。ところがこのポケベルを使うにあたってイスラエルは内部のスパイとの連絡を通じてどこから仕入れるかなどについての情報をもとにして流通段階に介入、爆発物を仕掛けた上でヒズボラにポケベルを納入するところにまでこぎつけたと言われています。そのため遠隔操作による爆発は3000件以上あったと言われています。このようなことができたのはかなりの奥深くまでイスラエル側のスパイが入り込んでいるか、もしくは買収が進んでいたことを示しています。そしてイスラエルの情報網がかなり深く情報を盗んでいたことを証明したのがヒズボラの幹部たちに対する空爆です。今回イランが大規模なミサイル攻撃に至った理由としては、ヒズボラの幹部たちを一斉にイスラエルが攻撃し、それらの人たちを爆撃によって殺害したからだと言われています。特に最高指導者の殺害に至っては、地下施設にいたところに対する攻撃を行っており、一度の攻撃でバンカーバスターと呼ばれるような貫通型の爆弾プラス大型の爆弾、合わせて80トン程度の爆弾をばらまいたと言われています。その結果として起きたのが、イランによるイスラエルに対するミサイルの大規模な攻撃だったわけです。さて、ここで押さえておくべきポイントがやってきます。イランはイスラエルとの本格的な国家間戦争を行いたいのでしょうか？これについては意見が分かれています。例えば、
同類のミサイル攻撃を行ったことがこの4月に発生しています。この時行われたイランによるイスラエルへの攻撃はミサイル120発、ドローン170機による攻撃でした。規模としては大きなものでしたが、大きな被害はイスラエル側には発生していません。その要因となったのが、そもそも攻撃前の段階において、イラン側は攻撃をするぞということをアメリカに伝え、その連絡を受けたアメリカがイスラエルにも警告を発することによって、ある程度身構えることができたから、プラスアルファ、攻撃目標が住宅地などではなく、軍事施設に限定されていたことから避難することもできたということが、被害を大幅に抑えることにつながったと言われています。また、攻撃の中で最も数が多かったドローンについては、時速200キロ程度のスピードで非常に遠くからやってくるところをレーダーで捉えることもできていたので、こちらもまた迎撃も容易だったといったことが被害減少に役立ちました。さて、今回の攻撃なのですが、イランはアメリカに対する事前通告を行っていないとされています。しかしアメリカはイスラエルに対して攻撃の予兆ありと伝えたと言われています。もしもこの話が本当であれば、少なくとも今回イランは攻撃にあたってある程度イスラエルに対して打撃を与えることも想定していたと見られます。この部分だけ見ればイランはイスラエルに対してかなり強い怒りを持って本格的な戦争になっても構わないかのように見えるわけですが、やはりここでも押さえておくべきポイントがあります。それは今回の報道でよくよく注意して見聞きしてほしいのが、じゃあイスラエル側にどれだけの死傷者が出たかです。現在のところ公表されている被害としては、怪我人が2名としか公表されていません。4月に行われた攻撃と同様に、今回もまたイスラエルの軍事施設関連にしか攻撃をしておらず、一般市民に対する無差別攻撃を行っているわけではありません。そしてイスラエルはこれまで長い間ハマスによるロケット弾攻撃を受けることによって備えについてもかなり充実しています。一般的な報道としてイランの弾道ミサイルが次々と着弾している光景が報道では流されています。その映像を見た人たちの中には、イスラエルの防空システムアイアンドームをすり抜けてすごい勢いで攻撃されているな、これはとんでもない被害が出ているに違いないと誤解しがちです。まずこの誤解のポイントとして最初に押さえておくべきポイントは、イスラエルの防空システムアイアンドームはあくまでもハマスやヒズボラが使うようなロケット弾のような低速近距離の攻撃兵器に対する防御用で、今回イランが用いた弾道ミサイルに対する迎撃能力はありません。ですから弾道ミサイルに対しては別のシステム、防空ミサイルアロー2といったものを使うのであって、アイアンドームの名を出すのはちょっと場違いでしょう。そして迎撃慣れしているイスラエルの場合だと、相手の攻撃がどこに着弾するかといったことを元にして迎撃活動も行います。人口密集地の場合であればどこに落ちても市民が犠牲になる可能性があるわけですが、例えば荒野に落ちるとわかるのであれば別にわざわざ迎撃しなくてもほっといて着弾させれば良いという結論になります。町の郊外にある軍事基地、そしてその基地の周りに人がいないところに落ちるというのが計算上わかるのであれば、弾道ミサイルの迎撃にミサイルを使うことなくほったらかしにすればいいわけです。また一部の映像においては次々と確かにイランの放ったミサイルが着弾しているんだけれども大きな爆発が起こっていないといった光景なども動画で回っていました。これは何を意味しているかといえば、ある程度迎撃が終わったいわゆる残骸が着弾しているところで鉄の塊が落ちてくるという危険物ではあるものの、すでに爆発物それ自体については無力化された後といったこともあり得るわけです。実際アメリカとイスラエルは共同で今回のミサイルに対する迎撃活動を行っており、これは被害が出るなといった肝の部分については大抵迎撃できたとしています。これは少し自分たちの能力があるんだぞという見栄の部分もあるでしょう。基本的な考え方として大規模なミサイル攻撃に対してこれを全て撃ち落とすといったことは現実的には
不可能に近いものです。必ずのように撃ち漏らしもありますし、迎撃するのは困難なものです。基本的に攻撃する側の方が有利といった状況は、攻撃ミサイルと迎撃ミサイルの関係では今のところ覆すことはできません。迎撃率 100% といったことはないわけです。何にしてもイランによるミサイル攻撃、今回は被害者が大きく出ていないことから、イランも軍事施設に絞った狙いであったこと、イスラエル側も十分危険なものについては迎撃できたといったことで、ある程度事態のものすごいエスカレーションといったものを防ぐことはできました。ただ、これをもってして、じゃあ中東地域における情勢このまま平穏になるかといえば当然そうではありません。なぜならば今回ヒズボラの名前を出しましたが、イスラエルはレバノンに地上部隊を送ってこのヒズボラの拠点を潰しにかかっています。この地上部隊侵攻といったものが続く限り、イランがイスラエルに対しての攻撃をこれからも続ける可能性はあります。さらには今回の攻撃を受けたイスラエルがイランに対する反撃をどの程度行うかによっても今後の動向が分かれていきます。特にイスラエル側がイランに対する攻撃で何が問題になるかといえば、軍事施設以外に対する攻撃幅広く行った場合において、やはり事態はさらにエスカレートすることとなります。例えば、イランの戦略資源である石油の生成施設や発電所などの社会インフラに対する攻撃などを行った場合においては、イランの方も軍事施設以外の場所への攻撃といった形でエスカレートする可能性はあります。そしてこのような中東情勢の変化といったものを日本が無視してはいけない理由というのは、日本がエネルギー輸入大国だからです。日本のエネルギーは中東原油にかなり頼っている部分があります。中東において情勢が緊迫化し、原油価格の上昇になれば、それは当然のように日本に経済的な打撃になります。遠い国の出来事だから関係ないというわけではなく、必ずのように回り回って日本にも影響があることは忘れてはいけません。また、イスラエル、イラン、それぞれがそれぞれ何々に対する報復だといったような言葉を口にしながらの武力攻撃を行っているわけですが、どちらにしても言えることは、とにかく武力を用いて何か物事を解決しようとする動きが頻繁化している、日常化していることは無視してはいけません。ロシアによるウクライナ侵攻では、国連の場で何かロシアを批判しようものなら、ロシアが拒否権を発動し、物事は何も決まらないという状況になります。同様にしてイスラエルが自衛権を盾にして過剰な攻撃で一般市民を大きく巻き添えにして殺害するようなことがあっても、イスラエルに対して何か国連の場で働きかけをしようものなら、アメリカが拒否権を発動して何事も物事が決まらないようなことになります。こんな感じの国際情勢の乱れといったものが続けば、他の国で特に中国が何か起こした時に、またこんな荒々しいことが起きたのかといったようにして世界が紛争慣れしてしまうという嫌な状態を生み出すわけです。というわけで今後日本にも影響を与えるような中東情勢の緊迫化、今後イスラエルがイランに対する攻撃をどの程度行うのか、そこにポイントを絞って見ておけばよいでしょう。イスラエル軍がレバノンでヒズボラ相手の戦闘といったものを繰り広げても、イランが対して動かないという可能性もあれば、イスラエルからイランに対する直接攻撃も行わないとなれば、中東戦争のような大きな情勢変化へと変化しない可能性もあるし、逆にイスラエルがもうどんどんと戦火が拡大しても構わないからと、イランに対するミサイル攻撃だけではなく戦闘機を派遣しての空爆なども行えば、事態はますます悪化の一途をたどることとなります。というわけで今回は日本にとってはなかなか縁のない中東情勢についての解説を行いました。なるべくポイントは絞ったつもりではありますが、逆に言えばもっともっと様々なポイントで語るべきポイントはあるでしょう。興味が出た方はぜひとも自分で気になった部分について調べて、中東情勢への理解を深めていってください。結局のところ、わからないことや知りたいことを自分で調べる癖をつけるというのも大事な習慣の一つです。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画が見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。